月曜日。月曜日は私にとってとても大切な日です。週の始まりで新しいことを始めるチャンスがあるからです。月曜日には毎週同じようなことをしますが、それが私の生活を安定させてくれます。朝の時間。朝、私は7時に起きます。目覚まし時計が鳴ると少し眠いですが、頑張って起きます。まず、顔を洗って歯を磨きます。それから水を一杯飲みます。朝はまだ外が少し暗いこともありますが、カーテンを開けると気分が良くなります。朝ごはんは大抵パンと卵とサラダです。時々ご飯と味噌汁を食べることもあります。朝ごはんを食べながら天気予報を見たり、ニュースを少し見たりします。その後、コーヒーを飲みながら今日やることをノートに書きます。午前の活動。朝ごはんの後、午前中は家のことをします。洗濯をしたり、掃除をしたりします。月曜日は週の始まりなので、家の中をきれいにして気持ちよく過ごしたいです。洗濯物を外に干した後、買い物に行くことが多いです。近くのスーパーに行って野菜や肉やパンなどを買います。月曜日はスーパーが空いているのでゆっくり買い物ができます。家に帰ったら買い物の品物をしまってから少しお茶を飲んで休憩します。時々本を読んだり音楽を聴いたりしてリラックスします。昼ごはんと午後の時間。昼ごはんはいつも12時頃に食べます。月曜日は前の日に作ったカレーを食べることが多いです。温めるだけでいいので楽です。昼ごはんを食べた後、少しテレビを見てから午後の活動を始めます。午後は自分の好きなことをする時間です。例えば、ピアノを練習したり、日本語の本を書いたりします。インターネットで日記を書くこともあります。月曜日は新しい習慣を始めるのに良い日なので、今週は頑張ろうと思っていろいろなことに挑戦します。また、月曜日の午後には時々友達と電話をします。今週も頑張ろうねと言い合うと元気が出ます。
しばらく話した後、またねと言って電話を切ります。午後5時頃になると、そろそろ夕ご飯の準備を始めます。月曜日の夕ご飯は野菜をたくさん使った料理にすることが多いです。例えば、野菜炒めや煮物、味噌汁などを作ります。健康のためにバランスの良い食事を考えています。夕ご飯を食べた後は、片付けをしてしばらくゆっくりします。テレビを見たり、ゆっくりお風呂に入ったりします。お風呂に入ると、体が温まってリラックスできます。月曜日の夜は、始まりの日の疲れを癒す時間です。夜は10時頃に寝ます。その前に日記を書きます。今日はどんな日だったか、何ができたか、何を頑張ったかを書きます。明日も良い日になりますように、と思いながら眠ります。月曜日はたくさんすることがありますが、それが私の生活をしっかりさせてくれます。毎週同じようなことをすることで心が安心します。月曜日が好きな人は少ないかもしれませんが、私は月曜日が好きです。新しい一週間を前向きに始めることができるからです。火曜日は月曜日ほど忙しくありませんが、落ち着いて自分の時間を楽しむことができる日です。月曜日にいろいろな準備や家事をしたので、火曜日は少しゆっくりできる日でもあります。それでもやることはちゃんとあります。火曜日の朝も7時に起きます。目覚まし時計の音で目を覚まし、ゆっくり布団から出ます。まずは洗面所へ行って顔を洗い、歯を磨きます。それから温かいお茶を飲んで体を目覚めさせます。朝ごはんはあまり変わりません。トーストと卵、サラダ、それにヨーグルトとコーヒーです。時々バナナやリンゴも食べます。朝のニュースを見ながら食べると、一日の始まりが少しだけ楽しくなります。朝ごはんの後、天気をチェックして洗濯物を干すかどうか決めます。火曜日は天気が悪いことが多いので、部屋干しになることもあります。火曜日の午前中は読書や勉強の時間にしています。月曜日に家の掃除や
買い物を終わらせているので、火曜日は自分の成長のための時間です。最近は英語や歴史の本を読むことにハマっています。インターネットで知らなかったことを調べたり、ノートにまとめたりするのが楽しいです。本を読むと自分の世界が広がるような気がします。また、火曜日はピアノの練習をする日でもあります。週に2、3回30分くらい弾いています。最初は簡単な曲だけでしたが、少しずつ難しい曲にもチャレンジできるようになってきました。ピアノを弾いているときはとても集中できて気持ちがすっきりします。昼ご飯は11時半か12時頃に食べます。火曜日の昼はよくパスタを作ります。ニンニクとオリーブオイルで野菜を炒めて少しだけチーズを乗せて食べるととても美味しいです。簡単に作れるし、洗い物も少ないので便利です。午後は散歩に出かけることがあります。近くの公園や川の近くを歩いて自然の中で深呼吸をすると心が落ち着きます。最近はスマートフォンで写真を撮るのが楽しくて、季節の花や空の写真をよく撮ります。散歩から帰ったらお茶を飲みながら日記を書いたり、今日やったことを振り返ったりします。火曜日は何か新しいことを学ぶのにぴったりの日です。疲れていなければ夜のために料理の下ごしらえをしておくこともあります。夕方になると少しずつ外が暗くなってきます。火曜日の夕ご飯は和食にすることが多いです。例えば焼き魚とご飯、味噌汁、ひじきの煮物などを作ります。栄養のバランスを考えて野菜を多めに使います。ご飯の後にはテレビを見ながらお茶を飲みます。バラエティ番組や旅の番組を見るとリラックスできます。笑うことは大切だと思っています。夜はお風呂に入って一日の疲れを取ります。火曜日は時間に少し余裕があるので入浴剤を使ってゆっくりお風呂に浸かることが多いです。本を持ち込んで読むこともあります。10時頃になったら寝る準備をします。寝る前に軽くストレッチをしたり、日記を書いたりして心を落ち着けます。火曜日は月曜日ほど忙しくはないけれど、
充実した一日になります。火曜日は月曜日の次の日で少しだけ静かな時間が流れる日です。やることはたくさんありますが、自分のペースで進められるので、私は火曜日が結構好きです。読書や勉強、音楽など自分のための時間を大切にできる火曜日。それからもその過ごし方を大事にしていきたいと思います。水曜日にすること。水曜日は週の真ん中の日です。よく週の折り返しと言われます。月曜日と火曜日が終わる頃には少し疲れを感じ始めます。でも水曜日をうまく過ごせば、後半の木曜日と金曜日も元気に過ごすことができます。私は水曜日を整える日として大事にしています。水曜日の朝も他の日と同じように7時に起きます。起きるとまずカーテンを開けて朝の光を部屋に入れます。天気が良い日はそれだけで少し元気が出ます。洗顔、歯磨き、そして温かいお茶を飲むのはもう毎日の習慣になっています。朝ごはんは火曜日と同じメニューになることが多いです。パン、卵、サラダ、ヨーグルトとコーヒーです。変わり映えはありませんが、安定していて安心できます。朝ごはんを食べ終わったら10分ほどストレッチをします。体を伸ばすと頭もすっきりします。それから今日一日何をするかをノートに書いて心の準備をします。水曜日の午前中は整える時間です。ここで言う整えるとは自分の心と生活を見直すことです。まず部屋の中を見回して片付けが必要なところを少しだけ掃除します。月曜日の掃除ほど大きくはやりませんが、小さな場所を丁寧に整えることを大切にしています。例えば、机の上の書類を整理したり、冷蔵庫の中を確認したり、観葉植物の水やりをしたりします。ちょっとしたことでも部屋がきれいになると気持ちも落ち着きます。その後、少し読書をします。最近はエッセイや短編集を読むのが好きです。長い小説よりも短い文章の方が集中して読めるので、水曜日の朝にはちょうどいいです。水曜日の昼ごはんは少し工夫をするようにしています。
例えば、オムライスやそば、野菜スープなどを作ります。冷蔵庫の中にあるもので、できるだけ美味しく、体に優しいものを考えて作るのが楽しいです。午後は自分の体と向き合う時間にしています。ストレッチをしたり、ヨガの動画を見ながら、ゆっくり動いたりします。体を動かすと、頭の中もすっきりして、前向きな気持ちになります。その後は、お茶を飲みながら少しゆっくりします。時々、昔のアルバムを見たり、音楽を聴いたりして、リラックスした時間を楽しみます。水曜日は頑張りすぎないことが大事だと思っています。また、午後の時間に日用品の在庫チェックもします。トイレットペーパーや洗剤、シャンプーなど足りないものがあれば、買い物リストに書いておきます。週末の買い物の準備にもなります。夕方はやや静かな時間を過ごします。天気が良ければ、ベランダで夕焼けを見ることもあります。空の色が少しずつ変わっていく様子を見るのは、とても心が落ち着きます。夕ご飯は少し軽めにします。雑炊や豆腐の料理、サラダなどを中心にして消化の良いものを選びます。体をいたわる食事をすることで夜ぐっすり眠れるようになる気がします。夜はお風呂にゆっくり入って体の疲れを取ります。水曜日の夜はご褒美の時間にしています。例えば、お気に入りのアロマを焚いてお風呂に入り、好きな音楽を流してのんびりします。10時半頃には布団に入り、静かに一日を終えます。水曜日は少し疲れが出る頃でもありますが、私はこの日をとても大切にしています。生活や心を整えることで、後半の毎日を前向きに過ごす力が湧いてきます。忙しくない日こそ、自分と向き合うチャンスだと思います。だから、水曜日は静かな力をくれる日だと思っています。これからも自分のリズムで心と体を大切にしながら水曜日を過ごしていきたいです。月曜日。月曜日は私にとってとても大切な日です。週の始まりで新しいことを始めるチャンスがあるからです。月曜日には毎週
同じようなことをしますが、それが私の生活を安定させてくれます。朝の時間。朝、私は7時に起きます。目覚まし時計が鳴ると少し眠いですが、頑張って起きます。まず、顔を洗って歯を磨きます。それから水を一杯飲みます。朝はまだ外が少し暗いこともありますが、カーテンを開けると気分が良くなります。朝ごはんは大抵パンと卵とサラダです。時々ご飯と味噌汁を食べることもあります。朝ごはんを食べながら天気予報を見たり、ニュースを少し見たりします。その後、コーヒーを飲みながら今日やることをノートに書きます。午前の活動。朝ごはんの後、午前中は家のことをします。洗濯をしたり、掃除をしたりします。月曜日は週の始まりなので、家の中をきれいにして気持ちよく過ごしたいです。洗濯物を外に干した後、買い物に行くことが多いです。近くのスーパーに行って野菜や肉やパンなどを買います。月曜日はスーパーが空いているのでゆっくり買い物ができます。家に帰ったら買い物の品物をしまってから少しお茶を飲んで休憩します。時々本を読んだり音楽を聴いたりしてリラックスします。昼ごはんと午後の時間。昼ごはんはいつも12時頃に食べます。月曜日は前の日に作ったカレーを食べることが多いです。温めるだけでいいので楽です。昼ごはんを食べた後、少しテレビを見てから午後の活動を始めます。午後は自分の好きなことをする時間です。例えば、ピアノを練習したり、日本語の本を書いたりします。インターネットで日記を書くこともあります。月曜日は新しい習慣を始めるのに良い日なので、今週は頑張ろうと思っていろいろなことに挑戦します。また、月曜日の午後には時々友達と電話をします。今週も頑張ろうねと言い合うと元気が出ます。しばらく話した後、またねと言って電話を切ります。午後5時頃になると、そろそろ夕ご飯の準備を始めます。月曜日の夕ご飯は野菜を
たくさん使った料理にすることが多いです。例えば、野菜炒めや煮物、味噌汁などを作ります。健康のためにバランスの良い食事を考えています。夕ご飯を食べた後は、片付けをしてしばらくゆっくりします。テレビを見たり、ゆっくりお風呂に入ったりします。お風呂に入ると、体が温まってリラックスできます。月曜日の夜は、始まりの日の疲れを癒す時間です。夜は10時頃に寝ます。その前に日記を書きます。今日はどんな日だったか、何ができたか、何を頑張ったかを書きます。明日も良い日になりますように、と思いながら眠ります。月曜日はたくさんすることがありますが、それが私の生活をしっかりさせてくれます。毎週同じようなことをすることで心が安心します。月曜日が好きな人は少ないかもしれませんが、私は月曜日が好きです。新しい一週間を前向きに始めることができるからです。火曜日は月曜日ほど忙しくありませんが、落ち着いて自分の時間を楽しむことができる日です。月曜日にいろいろな準備や家事をしたので、火曜日は少しゆっくりできる日でもあります。それでもやることはちゃんとあります。火曜日の朝も7時に起きます。目覚まし時計の音で目を覚まし、ゆっくり布団から出ます。まずは洗面所へ行って顔を洗い、歯を磨きます。それから温かいお茶を飲んで体を目覚めさせます。朝ごはんはあまり変わりません。トーストと卵、サラダ、それにヨーグルトとコーヒーです。時々バナナやリンゴも食べます。朝のニュースを見ながら食べると、一日の始まりが少しだけ楽しくなります。朝ごはんの後、天気をチェックして洗濯物を干すかどうか決めます。火曜日は天気が悪いことが多いので、部屋干しになることもあります。火曜日の午前中は読書や勉強の時間にしています。月曜日に家の掃除や買い物を終わらせているので、火曜日は自分の成長のための時間です。最近は英語や歴史の本を読むことにハマっています。インターネットで
知らなかったことを調べたり、ノートにまとめたりするのが楽しいです。本を読むと自分の世界が広がるような気がします。また、火曜日はピアノの練習をする日でもあります。週に2、3回30分くらい弾いています。最初は簡単な曲だけでしたが、少しずつ難しい曲にもチャレンジできるようになってきました。ピアノを弾いているときは、とても集中できて気持ちがすっきりします。昼ご飯は11時半か12時頃に食べます。火曜日の昼はよくパスタを作ります。ニンニクとオリーブオイルで野菜を炒めて少しだけチーズを乗せて食べるととても美味しいです。簡単に作れるし、洗い物も少ないので便利です。午後は散歩に出かけることがあります。近くの公園や川の近くを歩いて自然の中で深呼吸をすると心が落ち着きます。最近はスマートフォンで写真を撮るのが楽しくて、季節の花や空の写真をよく撮ります。散歩から帰ったらお茶を飲みながら日記を書いたり、今日やったことを振り返ったりします。火曜日は何か新しいことを学ぶのにぴったりの日です。疲れていなければ夜のために料理の下ごしらえをしておくこともあります。夕方になると少しずつ外が暗くなってきます。火曜日の夕ご飯は和食にすることが多いです。例えば焼き魚とご飯、味噌汁、ひじきの煮物などを作ります。栄養のバランスを考えて野菜を多めに使います。ご飯の後にはテレビを見ながらお茶を飲みます。バラエティ番組や旅の番組を見るとリラックスできます。笑うことは大切だと思っています。夜はお風呂に入って一日の疲れを取ります。火曜日は時間に少し余裕があるので入浴剤を使ってゆっくりお風呂に浸かることが多いです。本を持ち込んで読むこともあります。10時頃になったら寝る準備をします。寝る前に軽くストレッチをしたり、日記を書いたりして心を落ち着けます。火曜日は月曜日ほど忙しくはないけれど、充実した一日になります。火曜日は月曜日の次の日で少しだけ静かな時間が流れる日です。やることはたくさんありますが、
自分のペースで進められるので、私は火曜日が結構好きです。読書や勉強、音楽など自分のための時間を大切にできる火曜日。それからもその過ごし方を大事にしていきたいと思います。水曜日にすること。水曜日は週の真ん中の日です。よく週の折り返しと言われます。月曜日と火曜日が終わる頃には少し疲れを感じ始めます。でも水曜日をうまく過ごせば、後半の木曜日と金曜日も元気に過ごすことができます。私は水曜日を整える日として大事にしています。水曜日の朝も他の日と同じように7時に起きます。起きるとまずカーテンを開けて朝の光を部屋に入れます。天気が良い日はそれだけで少し元気が出ます。洗顔、歯磨き、そして温かいお茶を飲むのはもう毎日の習慣になっています。朝ごはんは火曜日と同じメニューになることが多いです。パン、卵、サラダ、ヨーグルトとコーヒーです。変わり映えはありませんが、安定していて安心できます。朝ごはんを食べ終わったら10分ほどストレッチをします。体を伸ばすと頭もすっきりします。それから今日一日何をするかをノートに書いて心の準備をします。水曜日の午前中は整える時間です。ここで言う整えるとは自分の心と生活を見直すことです。まず部屋の中を見回して片付けが必要なところを少しだけ掃除します。月曜日の掃除ほど大きくはやりませんが、小さな場所を丁寧に整えることを大切にしています。例えば、机の上の書類を整理したり、冷蔵庫の中を確認したり、観葉植物の水やりをしたりします。ちょっとしたことでも部屋がきれいになると気持ちも落ち着きます。その後、少し読書をします。最近はエッセイや短編集を読むのが好きです。長い小説よりも短い文章の方が集中して読めるので、水曜日の朝にはちょうどいいです。水曜日の昼ごはんは少し工夫をするようにしています。例えば、オムライスやそば、野菜スープなどを作ります。冷蔵庫の中にあるもので、できるだけ美味しく、体に優しいものを考えて作るのが楽しいです。
午後は自分の体と向き合う時間にしています。ストレッチをしたり、ヨガの動画を見ながら、ゆっくり動いたりします。体を動かすと、頭の中もすっきりして、前向きな気持ちになります。その後は、お茶を飲みながら少しゆっくりします。時々、昔のアルバムを見たり、音楽を聴いたりして、リラックスした時間を楽しみます。水曜日は、頑張りすぎないことが大事だと思っています。また、午後の時間に日用品の在庫チェックもします。トイレットペーパーや洗剤、シャンプーなど足りないものがあれば、買い物リストに書いておきます。週末の買い物の準備にもなります。夕方はやや静かな時間を過ごします。天気が良ければ、ベランダで夕焼けを見ることもあります。空の色が少しずつ変わっていく様子を見るのは、とても心が落ち着きます。夕ご飯は少し軽めにします。雑炊や豆腐の料理、サラダなどを中心にして消化の良いものを選びます。体をいたわる食事をすることで夜ぐっすり眠れるようになる気がします。夜はお風呂にゆっくり入って体の疲れを取ります。水曜日の夜はご褒美の時間にしています。例えば、お気に入りのアロマを焚いてお風呂に入り、好きな音楽を流してのんびりします。10時半頃には布団に入り、静かに一日を終えます。水曜日は少し疲れが出る頃でもありますが、私はこの日をとても大切にしています。生活や心を整えることで、後半の毎日を前向きに過ごす力が湧いてきます。忙しくない日こそ自分と向き合うチャンスだと思います。だから水曜日は静かな力をくれる日だと思っています。これからも自分のリズムで心と体を大切にしながら水曜日を過ごしていきたいです。